んにちは、 S&D です。今日は家でもできるレシーブの超基本、構え方と股関節の使い方を詳しく解説していきます。バレーボールは基本重心は前にするスポーツです。普段の生活では体の真ん中に重心があるのが普通だと思います。ですが、特に後ろ重心だと前のボールに行く時に無駄な時間が発生してしまったり、助走も一旦後ろ重心になることで無駄な時間が発生してしまうので、常にスパイクの助走もレシーブも前重心で、足の母子球のところに重心を置くというのが基本です。ですので、バレーボールに慣れていない人ははじめ少しかかとを浮かしてプレーをすることがいいかなと思います。あまりに浮かしすぎるとバランスが取れないので、床についてるかついてないかぐらいのところに上げていきましょう。レシーブの基本動画でも解説しているのですが、なるべく膝はつま先より前に持っていきます。前にすることによって自然にかかとが浮いてくると思います。重心が後ろにある人は膝を曲げても後ろに倒れてしまったり、かかとが浮かなかったりすると思います。そういう時はタオルがあればタオルでチームメイトなどに膝の後ろに巻いてもらって膝を畳むと同時に少し引っ張ってもらいます。そうすると自分の意識とは別に勝手に前重心になるので、この状態を体に覚えることが非常に重要です。このまま前でレシーブをすると非常に綺麗な形となります。そして膝が前に出ることを覚えたら、次は上半身です。上半身は後ろに行ってしまうと全然前のボールが届かないので、少し股関節を折りたたんで、できれば膝より肩が前に出て手を出していきます。膝をあまり曲げずに前に倒れるのではなくて、膝をいつも自分が構える姿勢ぐらいまで曲げて、ここに何か挟むようなイメージで股関節を折りたたむと体がきれいに前に倒れてくれます。正面に来たボールは今のフォームで出していけばいいんですが、横に来るボールもたくさんあるので、もちろん腕の面もそうなんですが、股関節をうまく使うことができるように体操をしてみるといいと思います。腕は大きく横に振っていきます。で、なるべくこの手はレシーブするイメージなので、後ろに振るのではなくて体の前で振るようなイメージです。股関節が固まった状態だと手は遠くに届かないと思います。大きく遠くに伸ばせるようにするには、股関節をずらさないと遠くには伸びません。さっきだと頑張ってもここですが、股関節をずらすことによってもう一個遠くに腕を伸ばすことができます。ということは、レシーブの時も股関節を動かさずにレシーブをするのと、股関節を動かしてレシーブをするのとでは距離が全然変わってくるということです。よりレシーブにフォーカスするには、少し膝を曲げて右側に来たら右に重心をかけつつ左を折りたたむ。最後はこういうイメージです。左に行ったら左の膝を少し曲げつつ股関節を入れる。これを行えば股関節を使ってレシーブ範囲を広げるということも可能になります。膝を曲げて遠くのボールを取るときに、このままこうではなく股関節をずらして入ると、より遠くのボールに到達することができます。今の2つのフォームの確認と体操でしたら家で行うことができると思います。ですので、練習前に行ったり家で行ってみてください。このチャンネルはバレーボールに関する練習方法や上達のコツなどを幅広く配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。